不動産屋さんの短い階段です。最近は物騒な事件が多いですね。先だっても老人が自宅で強盗に襲われ亡くなった事件があったばかりです。つい先日、社長が深夜を回ったくらいの時間に車で甲州街道を走っていましたが、その夜は社長はくたくたに疲れていたので、コンビニの駐車場に車を止めて仮眠をとっていたそうです。すると突然、警察官に運転席の窓をコンコンコンと叩かれました。警察官の説明では、つい最近このエリアで老人が強盗に襲われて亡くなった事件があり、そのためいつもより警戒が強化されているということでした。まあそんなわけで職質がきっかけでしたが、さすが社長、2人の警察官のうち若い方の警察官からこんな話を聞いてきたそうです。その警察官はまだ30代そこそこの若い方で、仮に村井さんとしておきます。東京の郊外の某市とだけ言っておきますが、村井さんはそこの署の配属だったそうです。そんなある日、管轄エリアのお寺に賽銭泥棒が出るという報告を受けました。お寺の方は何とかしてほしいということで、早速村井さんらはその不届き者をと捕まえてやろうということになりました。そこで村井さんは先輩の巡査と2人1組で夜お寺の周りをパトロールすることになったそうです。2人は毎晩外を巡回するだけでなく、実際にお寺の敷地内にも入って、さらにお墓の中も歩いて回ったということでした。そんなある晩のこと、村井さんと先輩はいつものようにお墓の中を巡回していました。すると2人揃ってお墓の中をさっと逃げていく不審な人影を目撃したそうです。村井さんは即、逃げたなと思い、先輩の巡査と一緒に大急ぎでその人影を追いかけました。こんな夜更けにお墓にいて警察官を見て逃げていくなんてろくなものではありません。その人影は墓場の奥に逃げていきました。2人は見失わないようにと全速力で追いつこうと必死でした。その黒い人影は迷路のような墓石の間を走り抜け、そしてお墓の一番奥に逃げ込み、村井さんらが追いつくあと少しのところで左に曲がっていきました。村井さんたちはここに逃げ込んだなと思い、同じく即左に曲がったそうです。するとあれとなりました。そこは行き止まりで誰もいませんでした。周りは高い塀に囲まれていて、隠れるところもないガランとした袋小路だったそうです。先輩と村井さんはしばらく何が起きたのか分からず呆然としていました。あと少しで取り押さえられるところで、追い詰めた袋小路には誰もいなかったのです。忽然と消えてしまったのです。狐につままれるとはまさにこのことだったそうです。結局村井さんたちはこのことは上には報告しませんでした。どうやら幽霊を賽銭泥棒と見間違えたようですね。でも毎晩の巡回が功を施したのか、それ以降賽銭泥棒は出なくなったということでした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。